先人がやったやり方っつうのを気にしやってたから、今まで僕今無視、自分のやりたいことを思ってやってるんだ。はい、一応ですね、池と流れの石の配置はだいたい終わりました。ちょっとほとんど細かいところの仕上げはまた後でモルタルできれいに調整していくんですけど、で次はですね、一応あまりにもこう広いんで、今水糸出しました。ここでこの径をちょっと抑えようかなと。もしくは1メーターぐらいのこのぐらいの塀を4メーター、ここからここまで一応作ります。そうしますとこの径が強調できるからで、大きな木の形がこの塀越しの借景としても使えるから、ここに一応塀を作ります。一応やっぱしこの和風なんで京瓦と瓦を乗っけたいなと思って、そうすると結構こっちの系統溶け込むかなと。一応塀自体も今考えてるんですけども、色合い的にちょっと土塀的な色合いにするか、もしくは漆喰で白っぽくするか、ちょっと今作った状態判断するか、やっぱりあまりにも距離感、この面積的にこれだけでちょっと径をまとめるっていうのは難しいんで、ここで径を作る遮断することによってこちらの方の径がより一層引き立つ感じになると思います。一応ブロック塀ができまして、これから瓦塀にしていきたいと思います。これを乗せていきます。で瓦乗せてから最後の仕上げとして、今モルタル塗ってますけど、モルタルベース塗ってますけど、これに仕上げの材材を次はですね、竹垣を作っていきたいと思います。竹垣の中でも、いろいろ種類があるんですけど、一応、ここの径に合ってるやつは光悦垣というのが一番私も好きで柔らかくて、牛が伏せたような感じの、
感じで光悦という人が、ね、考えたから、まあ、形としてはこう牛がこう伏せたような感じのイメージで作られたというあれがあるんですけど、こちらの植物が植木がこの状態でも生きる、それを作ることによって全然このまんまでも生きてくるというつもりで作ります。はい。この辺ぐらいから一応こういう横断してこんな感じかな。この光悦こうやって直線じゃないですよ。こう光悦の良さってこう曲線が特徴なんです。すごくこの間に入れることによって前にある木刻もこんだけの太さのやつも引き立つし、後ろにあるこういう年がこういう木なんかも逆にで、まあある程度この池のね多少隠れる、完全には隠れないけど、まあその今日土台作りまず最初にやっていきます。これ工事で伐採した木のやつです。一応柱に使おうかなと思って、山の伐採工事があったから寸法で2メーターで切ってもらって、ちょうどいいこのぐらいの太さがいいかな。これを埋め込みます。69人。いや、見えない。よいしょ。よし。これで骨組み。なんで塩ビ使うかというと R が出るじゃん。光悦の良さはこの R だけじゃなくて頭に2つの R が重なる良さがあるんで、鉄筋が下、鉄筋もほらこのぐらいの鉄筋が曲がるんだ。この生垣の骨組みが鉄筋使って、あと塩ビも骨組みとして使います。普通はまあ使う人もいるけど、やっぱりこうちょっと直線じゃないんで R で曲げやすくて強度的に長くするっつう形でやります。まあ伝統の良さも受け入れてるけど、意外とさ、そういう伝統芸術みたいなとこから出発していくから、こういうのいけないかな、こういうのっていう先人がやったやり方っつうのを気にしちゃってたから、今まで僕今無視、自分のやりたいことをと思ってやってんだ。こんな感じだね。
一応これ裏だけフェイクなんですけど、一応これを使います。まあ通常はね、割りだけとか半割りとか本当の間だけで使ったりなんかするんですけど、今の時代やっぱり耐久性っつうことで、昔より本当に遠くから見れば本当に本物にそっくりに仕上がってるんで、まあ長く持たせるっていうのも耐久性っていう形から考えてるのがこれでいいかなということで。が一番いいよ。これ既製品だからちょっとメジャーつこうかなと思ったんだけど、本来ほら目剣で振り分けじゃん。なぜかっつうと竹なんかは太さがまちまちだし、だから寸法でピシッピシッってやっていくと微妙にあまりちょっと、だからほとんど私これが15センでこれが20センです。この幅がね、だいたいそういう感覚で自分の指のこう相手寸法をちょっと、そうそうそう、まあ造園ってとかくそういうもんだから、今風のやつも二次製品使ってもなんか崩していっちゃう、そういう感覚で作ったものは私としては外造園っていうのは面白いかなと。はい、これで一応カーラベイが完成しました。もうできるだけやっぱりこっちから見て向こうの植物も借景として利用したいし、まあ蔵も利用したいし、で蔵が河原にかかってるんで、まあつながりがあるかなと。だからつながりとしてやっぱり建物のつながりというような形もこう考えて、でこっちの母屋もこんだけの大きな河原なんで、まあつながりって一つポイントとして入れたんですけど、そうですね、これはもう河原ベッドとして目隠しっつうことじゃなくして庭の区切り的な意味合いもありますし、だからあえてまあつなげないっつうか、この辺で竹口はこうその間から流れ落ちるっていう感じで。
これはいろいろメーカーあるんですけど、珪藻土というやつですね。珪藻土でも外用で、接着剤を入れて、ちょっと粗く土壁風の感じで塗ったんですけども、これね、白っていうとこのぐらいの色なんですけど、ちょっと黄色赤み系を入れて少し混ぜて、白だとちょっと本当にこれだけちょっと目立っちゃうんで、あえてこういう色にしました。でもうちょっと同面的に土っぽくしちゃうとなんかどこが込みすぎんかなというような感じもしたんで、建物なんかも大体白っぽいような雰囲気がしてるので、ちょっと色は迷っちゃったんですけど、このぐらいの程度の色で正解かなと今のところは思ってます。これね、ちょっとポイントがね、植物この壁がちょっとワンポイント必要かなと思った場合にちょっと貼り付けるかもわかんないです。何か動く可能性はある。区切りとしては当然一応塀としては完成しています。はい、これで高越鍵ができました。これ萩穂です。これだけ、自然材料として使いました。あとはもうこれは割り竹の代わりにプラテ、人工のプラテ竹です。竹の細いやつでまとめてやる本来の高越なんかそういう形なんですけど、粗い方のは見た目ちょっと下の方があんまりくっちりいい繊維だからなってるんで、上がちょっと少し自然っぽい荒々しい感じの方がいいかなと思ってこれにしました。犬走りもそれからカーラベなんか大体直線で来てますから、建物生垣でも四つ目とかなんか直線をやるものがあるんですけど、高さも変化してこう区切りもこの R で変化させる雰囲気が一番合うかなと。向こうの塀も透かして見えるという透かし的な意味合いで、ちょっと柔らかみ空間も広がりがで、それほど邪魔にならない見た目もつながりとして非常に向こうの塀とすんなりつながってくるという。後ろに雑草が生えてもなんかそういう植物でも非常にそれでも雰囲気が良くなる竹垣かなと私は思ってますから。これ大きいんです。今までこんな大きくやったことないんですけど、どうしてもこの面積、この広大な敷地の中で堂々として、また既存的にこうやって残ってる4風、こんなに太い立派なものなんで、それには負けないぐらいの迫力感です。表現するにはこのぐらいの長さをぐわっと持っていかないとちょっと合わないかなということですね。やはりこの土台となるこれも今回自然木こう曲がりをそのままに利用した形でちょっと溶け込んだ感じでいいのかなと思いまして、あえてこれを使いました。流れの部分もここなんか透かして見せるという形で、意識の問題で向こうにはちょっと直接行けないという遠回りしていくとか、結構誘導性の遮断ですから、そういう面では非常に演出的に効果があったかな、この場所においても。まだまだちょっと細かい植物とかちょっと石を入れたりすることによってちょっと若干表情が変わってきますけど、カーラベと高越そういう形で結構この池も締まったかな、流れだけ、それからカーラベ高越ドンという構成は骨組みとしては一応完成です。